皆さん、こんにちは。日本語マスターへの道へようこそ。ナビゲーターのゆうきです。こんにちは、あいみです。このポッドキャストでは皆さんが日本語マスターになるためのちょっとしたコツや近道をご紹介します。さて、あいみさん、外国語を学ぶときって、まず何から始めますか？やっぱり自己紹介とか、基本的な単語とか。そうですね。特に英語圏の学習者さんだと I, you, he, she つまり私、あなた、彼、彼女みたいな主語代名詞から入ることが多いんじゃないでしょうか。うんうん。文の骨格ですもんね。ですよね。でも、実はそれが日本語を学ぶ上での最初の大きな壁というか、落とし穴になることがあるんです。へえ。今日のテーマはこの主語代名詞です。面白いテーマですね。確かに日本語の会話ってなんか主語がよく消えませんか？まさに日本語は文脈の言語なので、誰について話しているかっていうのは状況で判断するのが普通なんです。そうですね。だから主語はもうどんどん省略します。例えば私ですね。私は田中です。東京から来ました。よろしくお願いします。みたいに最初に一度だけ言えば、はい、その後はもう私はを繰り返す必要はないんですよね。その通りです。私は東京から来ましたっていうより、東京から来ましたの方がもうずっと自然に聞こえます。うんうん。でも本当に注意したいのは、一人称の私よりも二人称のあなたなんです。あ出ましたね。あなた問題。日本語を学び始めた方が本当によく使いますよね。使いますね。あなたのお名前は何ですかとか。いや、気持ちはすごくわかるんです。英語の You に直接対応する言葉だから使いたくなっちゃいますよね。はい。でも実はこのあなたっていう言葉、使い方を間違えるとかなり失礼に聞こえることがあるんです。そうなんです。相手の名前を知ってるのに、あなたって呼ぶと、私はあなたの名前を覚える気がありませんって言ってるように聞こえちゃうことがあるんです。はあ、なるほど。すごく距離を感じさせる冷たい言葉に聞こえちゃうんです。じゃあどうすればいいのか。答えはシンプルで、相手の名前で呼ぶことです。うん。例えば僕があいみさんの出身地を知りたかったら、あなたはどこ出身ですかではなくて、はい、あいみさんはどちらのご出身ですかと聞きます。なるほど。こうやって相手の名前を主語にするんです。これ、英語を母国だとする人にはちょっと不思議に聞こえるかもしれませんね。うん。目の前にいる相手を名前で呼ぶのって、なんかまるで第三者のことを話しているような感覚になりませんか？なります、なります。Is Amy from Tokyo? って本人が目の前にいるのに聞くような、そんな感じですよね。そうそう。でも日本語ではこれが普通で、そして丁寧な話し方なんです。ええ。だからこそ日本では相手の名前をきちんと覚えることがコミュニケーションにおいて非常に重要になります。そして名前を呼ぶときは、親しい友人とか年下でない限りはさんをつけるのを忘れないでくださいね。大事ですね。田中どこ出身じゃなくて、田中さんどちらのご出身ですかです。このさん一つで印象が全く変わりますから。一度会話の流れで誰について話しているか決まったら、その人の名前も私と同じで何度も繰り返す必要はありません。うん。それもまた不自然に聞こえてしまいますからね。はい。まとめると、今日のマスターへの道は、主語は覚えきって省略する。特にあなたは封印して代わりにお名前プラスさんを使おうということですね。はい。この一つのルールを意識するだけで、皆さんの日本語は驚くほど自然に、そして丁寧になりますよ。わあ、ぜひ試してみてください。それでは最後にリスナーの皆さんへ、私たちからの質問です。あなたの母国語では会話中に相手の名前を頻繁に呼びますか？それとも日本語のように代名詞を省略したり名前で呼びかけることが丁寧だとされている文化は他にありますか？ぜひご自身の言語文化と比べながら考えてみてください。
それではまた次回、日本語マスターへの道でお会いしましょう。さようなら。